トレーダーの皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる FX の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちら。FX は学問である。このテーマについてお伝えしていこうと思います。前回の動画でですね、FX の仕組み、概念について簡単にお伝えしました。まだ前回の動画をご覧になられてない方は、右上のリンクから確認してみてください。FX の仕組みとして、まずはFX 外国為替市場があるわけですね。外国為替の相場。その相場、無限にエントリーする機会があるわけです。その無限にあるエントリーチャンスから、第1のフィルター、手法という第1のフィルターを通してエントリーチャンスを減らします。そこからさらに第2のフィルター、ルールというフィルターを通してさらに減らします。そこで残ったものをお金として相場からいただくと。これがそもそもの FX の仕組み、概念になりますね。では、フィルターはどうやって作ればいいのか。フィルターの作り方が分かれば、お金を得る方法が分かるわけですよね。じゃあ、このフィルターの作り方をしっかりと確認していきましょう。フィルターを作る上で、実は私が大切だなと思っていることがありまして、それがですね、3つの要素です。3つの要素。はい、ここにハテナとして書いてあります。考えていただきたい。予想していただきたいですね。1つ目は手法。2つ目はルール。3つ目はハテナとなっております。はい、今までこちら平面で見ていただいたすり鉢状のものですが、実は奥行きがありまして、ここ底辺三角形になっています。つまり三角錐になっていることをイメージしていただければいいかなと思います。で、この三角形をですね、覚えておいていただいてですね、次のスライドを確認するとこんな感じですね。上から見た図、これです。真上から見るとこんな風になってますね。はい、手法とルールとこちらがハテナとなっています。で、ここにちっちゃい円が書いてありますね。これはですね、まだ FX のことを全く何も知らない人の円だと思ってください。で、ここから円を大きくしていく必要があります。では一つ一つ、手法はどうやって手法の円はどうやって大きくしていくか、ルールの円はどうやって大きくしていくか、またこのハテナの円はどうやって大きくしていくかっていうのを確認していきます。まず一つ目は手法ですね。手法はズバリ検証です。検証をすることによってこの円が大きくなっていきます。続いてルールは経験です。主にという形ですね。主に経験です。経験を重ねることによってルールの円を大きくできます。デモトレードだったりリアルトレードでもいいです。そういった経験を積み重ねることによってルールの円を大きくしていきます。ハテナはもちろんハテナですね。はい。では円は大きくしていくことは分かりました。じゃあフィルターはどうやってフィルターを作ればいいのというところなんですが、もう勘のいい人は分かるかもしれません。ここの重なった部分ですね。つまり手法、例えばゴールデンクロス、デッドクロス、いろいろありますけども、そういった手法をひたすら検証していくわけです。検証。はい。で、円を大きくしていって、この重なった部分が第1のフィルターになるわけです。手法というフィルター、第1のフィルターです。じゃあ第2のフィルターはどこかというと、もうわかりますね。ここです。第2のフィルターというのは、ルールですね。主にご自身の経験を通してルールを構築していくわけなんですが、この大きくしていった円とこの赤い円の重なった部分、ここが第2のフィルターになります。ルールというフィルターですね。第2のフィルター。で、もう分かってきていると思いますが、すべてがフィルター同士が重なっているところ、ここですね。はい。青い円と緑の円と赤い円、すべてが重なっている場所。はい。ここが最終的なフィルターになりますね。じゃあここは何なのかというと、第1のフィルター、第2のフィルターを通ったわけですから、ここですね。つまり、ここでお金を得ることができるということになるわけです。では、ここで気になっていると思います。手法、ルールというフィルターがあります。手法というフィルターを作る上でも必要なもの。またルールというフィルターを作る上でも必要なもの。
どちらにも共通しているもの、それが何なのか。実はそれが知識なんです。なのでこの3つの要素、知識、手法、ルール、この3つが FX で勝ち残るために必要な3つの要素だと考えています。もう一回確認してみますね。知識の円は勉強量によって大きくすることができます。この勉強量っていうのは、ペーパーでカリカリするようなことを想像すると思いますが、今の時代でしたら、この YouTube だったり、その他の SNS、もちろん書籍もありますね。本ですね。で、勉強していただくと、この知識の円を大きくすることができます。はい。じゃあ、もちろん第一のフィルターはどうなるのか。ここの重なった部分ですね。具体的にちょっと例を使って考えてみたいと思います。はい。ゴールデンクロス、デッドクロス。そもそもこのゴールデンクロスって何？デッドクロスって何？という知識がないといけないわけですね、そもそも。はい。なので、手法を作る上でも知識が必要です。ゴールデンクロス、デッドクロスという、手法ですね。を検証を使って検証することによってこの円を大きくしていくわけです。で、この重なった部分が第一のフィルターになります。手法というフィルターになります。では、第2のフィルターは、例えば、ルールとして、時間管理というルールを取り入れるとしましょう。そうなるとですね、必要な知識は、ボラティリティです。ボラティリティの変動ですね。このボラティリティの知識がないと、そもそも時間管理なんでするのか分かりません。なので、知識が必要ということになりますね。その重なった部分、第2のフィルターはここですね。はい、時間管理のルールをする上ではボラティリティの知識、つまりここの重なった部分ですね。はい、ここの重なっている部分が必要という形になります。これが第2のフィルター、ルールのフィルターという形ですね。はい、となるとここの全てが重なっている点、お金を生み出す点ですね。この全てが重なっているところはどうなるのかというとですよ、皆さん想像してほしいんですけども、まずゴールデンクロス、これ例ですよ、例です。ゴールデンクロス、デッドクロスという、手法ですね。手法があります。これをまず検証します。検証して大きくしていきます。緑の円を、手法という円を大きくします。で、ここの第一のフィルターに通しますね。はい。で、ゴールデンクロス、デッドクロスについてひたすら検証しました。はい。で、ある程度勝率、リスクリワードが出るわけですね。はい。で、そこからさらにお金を生み出すためにですね、時間管理というルールを使うわけです。時間管理によって、要はゴールデンクロスしたからロングのチャンスが来たけど、時間管理というルールにのっとってエントリーするしないを判断するという形になります。つまり、そもそも時間管理というのはボラティリティという知識が必要ですので、ここの重なった部分、さらに全部重なった部分がここ。つまりゴールデンクロス、デッドクロス、検証、ボラティリティ、時間管理、この全てが重なったところ、ここがですね、お金に変わるということになるわけです。簡単にまとめます。まずこれですね、 FX で勝ち残るための3つの要素、これが知識、手法、ルール、この3つになります。もう一度お伝えしますね。知識、手法、ルール、この3つが私は絶対に必要だと考えています。はい。で、手法の作り方なんですが、手法、先ほど円で確認しましたが、検証を使って手法という円を大きくしていきます。プラス、知識ですね。勉強量です。本だったり SNS です。SNS だったり YouTube だったりいろいろありますが、まず知識が必要と。手法と知識、検証と勉強量によって手法というフィルターを作ります。第1のフィルターですね。はい、続いてルールフィルター。こちら第2のフィルターが、ルール。こちらは経験によって、作っていくもの。で、さらに同じようにですね、知識、勉強量。で、第2のフィルター、ルールフィルターというのが完成します。はい、こちら見てわかる通りですね、どちらも知識が必要なんです。どっちも知識が必要なんですね。はい。ここでですね、よくある質問、こういった質問があるんですが、私も SNS 等で情報発信しているとですね、よくこういったご連絡をいただきます。FX でお金を稼げるようになりたいのですが、何をしたらいいですか？こういう質問、本当によくあるんですね。
私は毎回こう答えます。とにかく知識を増やしましょう。私は毎回こう答えます。とにかく知識です。まずは知識です。そういうふうに言う理由がですね、今お伝えしたことです。フィルター、ルールというフィルター、手法というフィルターを作るためには、そもそもの前提な知識が必要なんです。なので、知識をまずは増やしましょうと、私はお伝えしているわけです。こちらにも書いてありますが、相場はとにかく奥が深いんです。学べば学ぶほどどんどん新しい発見があって、あ、これはこうだったのか。あ、これってこういうことだったのかっていう新しい発見があります。だから面白いんですね。はい、ということでですね、こちらに思い浮かんだ用語、知識等をこちらに列挙してみました。まず一番上にある層がですね、そもそも FX を習いたて、FX って何だろうっていうところから入る方ですね。通貨ペアって何なの？ローソク足って何？ロングとショートってそもそも何っていうところからですね、さらに学んでいくと、レバレッジ、ボラティリティ、さらにダウ理論、フィボナッチ、ギャン理論、エリオット波動理論、フラクタル、カオス理論、さらにべき分布だったり、もっともっとありますよ。べき分布、中心極限定理、さらにもっともっと深くまであります。はい。これがですね、例えばこちら右側に書いてありますけども、学校で考えていただきたい。皆さんも小学校、中学校、高校、大学、いろいろ行かれたと思います。例えば、算数、数学ですね。数学を学ぶ上ではどうですかね。まず小学校に入ったら、1からだいたい100まで。で、あと、足し算、引き算を学びますよね。で、高学年になって、掛け算やら割り算とか学びます。で、中学校になるとマイナス、負の数ですね。で、高校、微分、積分、変微分方程式とかいうふうにどんどん学んでいくわけです。はい。その他の、学問分野に関しても同じですね。それと FX は全く同じです。FX も学問なんです。このように簡単な知識から始まってどんどんと複雑な理論としてね、今では研究されているわけです。なので皆さんは FX を単なる投資の一つだって捉えるのではなく、 FX は学問だと捉えてください。これ FX を学問だと捉えるとですね、どういうふうに見方が変わるかというと、簡単に勝てるようなものではないんだなというふうに考えていただきたいんです。FX はですね、金融商品の中でも最難関です。最難関な金融商品なんです。そこを皆さん勘違いなさらないようにしていただけたらなと思います。あと一つですね、小学校算数、数学でもいいですけども、小学校から大体大学卒業ぐらいまで約20年間ですね。はい、それなりに学問を収める。学問を習得するまでに、学校のカリキュラム通りに進むと大体約20年かかるわけです。FX も学問だとしたらですよ、同じようなカリキュラムがあったら20年かかる。そういうふうに考えたら、FX って難しそうってなりません？ FX は本当に難しいんです。なのでそこを勘違いしないでください。なので、以前ですね、アンケートを取ったことがあるんですけども、FX を、まだあんまり経験がない方向けのアンケートなんですけども、FX で、毎月稼げるようにはどれぐらいになると思いますかっていうアンケートをしたことがあるんですけども、どの回答が一番多かったか。2年以上とかまであったんですよ。1ヶ月から2年以上ぐらいの。どの回答が多かったか。3ヶ月です。どうですか皆さん。今 FX は学問だって聞いて3ヶ月で習得できると思いますか？思いませんよね。なので FX は本当に奥が深いんです。学べば学ぶほど新しい発見、新しい理論が次々と出てきます。むしろこれは FX、相場に限ったことですけども、もっとそれからデリバティブとかの話にもなりますけど、ブラック・ショールズモデルやらもっとさらにポートフォリオ理論とか深いものがもっとありますので、もう簡単に稼げるようなものではありません。そこはしっかりと皆さん理解していただきたいです。はい、ということですね。結論。FX は学問である。はい。学問に終わりはない。例えば数学もそうです。はい、数学ここまで学んだら終わりね。ありますか？永遠に数学って解けない問題も未だにありますよね。ミレニアム問題とかご存知ですか？懸賞金がかかってる問題だってありますね。
これを解けた人にはお金払いますよっていう問題だってあります。はい。ここに一番下に書いてあります。簡単に習得できるものではない。ここを皆さん、この動画を見てくださっている方は、しっかりと胸に刻んでいただきたいです。で、このチャンネルではですね、主に、知識の部分をお伝えしていこうと思います。このチャンネルで学習となってますね。これからですね、FX、もしくは、相場についてだったらこのチャンネルだよなって言われるようなチャンネルに、していこうかなと思っておりますので、皆さん応援をよろしくお願いいたします。またですね、この手法に関しては、私は、すべて公開してますので、LINE 登録していただけるとですね、無料で、完全に公開しておりますので、よろしかったら興味がある方はぜひ LINE 登録してください。動画がですね、トータルで、とんでもなく見ようと思えばたくさんいっぱいあるんですけども、手法に関してはだいたい4本ぐらい、過去のセミナーでお伝えした手法のセミナーでね、お伝えした動画がありますので、その動画を見ていただくと私の手法がわかります。はい。なので、皆さんのトレード手法に取り入れていただくのも結構ですし、もっと知りたいなって思うのであれば、ご連絡いただいて、ここわかんないんですけど教えてくださいっていうのも全然、受け付けますので、ぜひご連絡いただければなと思います。で、ルールに関してはですね、もう本当に自分で作るしかありません。今私ですね、十数人ながらですね、教えていただきたいという方がいらっしゃってですね、ありがたいことに、その方たちにですね、今お伝えしてるんですけども、今はちょっと新規メンバーを募集してないんですが、その方たちにですね、私の、手法だったり知識だったりを全てお伝えしてるんですが、皆さんやっぱり性格がそれぞれ違うようにですね、得意な通貨も違いますし、もちろん苦手な通貨も違います。なので得意な時間帯も違います。なのでルールはですね、本当に千差万別、一人一人違うんです。なので自分でここは作るしかないんですね。なのでもうここは自分でしっかりともうスマホのメモ機能でメモしたりだとか、ご自身で紙で書いてまとめるでもいいですし、ルールは自分で作ってくださいねと私もそこではお伝えしています。はい、活動始めてですね、だいたい半年、1月から活動始まったんですけども、半年になってですね、もう間もなく FX トレーダーと言えるような、月間で自分もリアルトレード始めてね、月間で自分の力でお金を稼げるっていうレベルにいらっしゃる方がいてね、月間でリアル達成できたらもう立派な FX トレーダーですからね。はい、そういうふうにこう FX トレーダーがね、一人でも増えてくれれば嬉しいなという思いで私はやってますので、よかったら、応援をよろしくお願いします。はい、ということでですね、3つの要素出てきましたね。知識、手法、ルール、この3つですね。はい、この3つ大事なのは分かったけど、じゃあ知識ってどんな知識があるの？はい、手法ってどんな種類があるの？ルールってどんなルール作ったらいいの？そう思うと思います。具体的にはという内容に関してはですね、また次回をお楽しみにということになります。ここからはですね、エンタメコーナーという形になりますので、楽しみながら見ていただけたらなと思います。よかったら動画の最後までご覧いただけたらなと思います。ということで、ありがとうございました。私はクラウド。1ヶ月のうち20日間は出張で家にいない。つまり家にいるのは1ヶ月で10日間だけ。それ以外はホテル暮らしだ。日が昇る前に働き始め、夜遅くに仕事が終わることもしばしば。仕事が休みの日はとにかく休養。ほとんどベッドの上でゴロゴロしながらネットサーフィンや動画配信サイトを見て過ごしている。まさに完全に不規則な生活を送っていた。そんな私も愛しい妻と結婚して可愛い息子が生まれた。身も心もクタクタで家に帰り、明るい笑顔でおかえり、お仕事お疲れ様、お風呂にする？ご飯にする？なんてドラマに出てくる幸せな生活を想像していた。
幸せに包まれてこれから順風満帆でキラキラした明るい未来が来ることに胸を躍らせて、ところが子供が生まれると生活は一変。身も心もクタクタになってただいまと出張から帰ってくると、そこに明るい笑顔はなく、真っ暗な部屋の中心にあるソファーにポツンと赤ちゃんだけが寝ていた。辺りを見渡すと部屋の隅でうずくまって泣いている妻がいた。このままじゃやばいと感じたのは言うまでもない。今まで自分の仕事にいっぱいいっぱいで私も限界に近かった。いや、限界を超えていたのかもしれない。一方で妻も生まれて間もない赤ちゃんに悪戦苦闘しながらも育児をこなしており、精神的にも肉体的にも限界だったようだ。そんな状況になり、時々母に助けを求めて子育てすることとなった。この出来事がきっかけで、私の中にこのままでいいのかという気持ちが芽生え始めた。生まれて間もない赤ちゃんは成長が早く、出張から帰ってきて息子を見ると、なんだか一回り大きくなったように感じた。私が仕事でいなかった時でも、妻は息子の様子や出来事を毎日連絡してくれていた。それに対して嬉しい気持ちはもちろんだが、なんだか寂しい気持ちにもなった。息子が初めて自分の足で立ち上がった場面に立ち会えない。息子が初めて食べ物を食べる場面に立ち会えない。息子が初めて言葉を発した場面に立ち会えない。確か、あったが最初に覚えた言葉だったような気がするが、印象に残っていない。息子にとっては成長過程として当たり前のことだが、親にとってはその一つ一つの場面が貴重な宝物だろう。その場に立ち会えないのは本当に幸せなのだろうか。こんなことを知らず知らずに考えるようになっていた。とはいえ、仕事を辞めたら家族が路頭に迷うことになる。もちろん収入が減るのは困る。そこでたどり着いたのが投資だ。投資をして別の収入源を作り、お金を得ることができれば仕事量を減らし、家族と過ごす時間を増やすことができる。そう考えた私は、インターネットや書店に行き、ひたすら投資や副業について調べ始めた。株式、ETF、債券、コモディティ、不動産、仮想通貨など、ありとあらゆる金融商品について調べた。私は石橋を叩いただけでは渡れない。石橋の設計、材料、製造過程や耐久年数、製造年月日など、すべてを徹底的に調べて納得してから渡るタイプだ。悪く言うと小心者で臆病。よく言うと用意周到というところだろう。とにかく自分が納得できるまで調べないと気が済まない。そこでいつものように近くの書店に行き、投資、副業、金融、経済コーナーをブラブラと歩いていると、とある言葉が目に入ってきた。小資金から始められる。この言葉は投資について調べていくうちに、ある程度資金が必要だということを知った私にはとても魅力的なものだった。その場で本をパラパラとめくっていると、今まで聞いたこともない英語2文字が書いてあった。F、X。これが私の FX との出会いだった。